皆さん、こんにちは、こんばんは。今日も耳から学ぶ AI をお届けします。この時間は、あなたの耳をちょっとお借りして、日々の移動時間や家事の合間など、耳が開いているひとときを、未来を形作る AI について学ぶ有意義な時間に変えていきましょう。さて今日は AI ってなんだか自分には縁遠いかもと感じている方にこそ聞いていただきたいお話です。最近よく耳にする AI ですが、実はもう私たちが日常で使う文房具のように誰でも気軽に簡単に扱える時代が来ています。そのためのいわば AI の便利な道具箱と呼べるツールがあります。その名は Google AI スタジオ。本日はこの Google AI スタジオについて皆さんのこんなことができたらいいなを形にするヒントになるよう、その魅力を分かりやすくお伝えします。第1章、Google AI スタジオって何だろう。 AI のデジタル工作室へようこそ。まずは基本として Google AI スタジオとは一体どんなものかを一緒に見ていきましょう。 Google AI スタジオは Google が開発した賢い AI ジェミニの力を誰もが手軽に試せるよう作られたインターネット上のデジタル工作室のような場所です。特別なソフトのインストールは不要で、普段お使いのブラウザからサイトにアクセスするだけで利用できます。専門家は Web ベースの開発環境と呼びますが、私たちは AI と触れ合えるオンライン広場くらいに考えると分かりやすいかもしれません。少し興味が湧いてきませんか？私たちにとってどんなメリットがあるの？そんな場所があるんだと思われたかもしれませんね。では、それが私たちにとってどんな良いことがあるのか気になりますよね。つまり、プログラミングの知識があまりなくても AI を使ってあんなことができたら、こんなものがあったらという頭の中のアイデアをすぐに試せるということです。さらに特筆すべきは、Google が開発した最新の AI 技術が他のどのサービスよりも早く、この AI スタジオで利用可能になる点です。これは誰よりも早く未来の AI を自分の手で体験できるということ。新しいもの好きにはたまらない魅力ではないでしょうか。第2章、Google AI スタジオでできること、一緒に探検してみませんか？心躍る体験があなたを待っています。では、具体的に何ができるの？と、ますます気になりますよね。ご安心ください。AI スタジオの機能は多岐にわたりますが、本日は1、あなたの創造性を爆発させる機能と2、AI とのコミュニケーションを深める機能という2つのテーマに分けて、特に魅力的な4つの機能を探検していきましょう。まずは創造性を広げる機能からです。機能探検1、ジェネレートメディア AI があなたの創作をお手伝い。AI があなたをアーティストにします。まず1つ目です。自分だけのオリジナルの絵や音楽を作ってみたい。そう思っても自分にできるかなと不安になることもありますよね。そんな時に役立つのがジェネレートメディアです。これは AI に言葉でお願いするだけで画像や音楽といったメディアを自動で作ってくれる機能なのです。例えば SNS の写真に変化が欲しい時に、夕焼け空を優雅に飛ぶ青い鳥の絵をお願いと頼めば、 AI が世界に一つだけの幻想的な絵を描いてくれます。また、お子さんの誕生日のビデオに特別な BGM を入れたい時も、明るくてポップな感じの曲をお願いと伝えるだけで AI がオリジナルの曲を作曲してくれます。これは本当に便利ですね。絵心や音楽の知識に自信がなくても大丈夫。あなたの頭の中の素敵なイメージを AI が形にしてくれる。まるであなた専属のアーティストがいるかのように、創作活動がぐっと楽しくなります。機能探検2、ビルド AI と一緒にアプリ作りに挑戦。 AI があなたをアプリ開発者にします。さて、2つ目です。こんなアプリがあったら便利なのに。誰でも1つや2つはそんなアイデアがありますよね。そのアイデア、ぜひ AI に話してみてください。ビルド機能がきっと力になってくれます。これは
プログラミングの知識があまりなくても AI と対話しながら簡単な Web アプリケーション、つまりネット上で動く小さなプログラムを作れる機能です。例えば、読んだ本の感想を記録するアプリが欲しいとお願いすれば、AI がプログラムの骨組みを手早く作ってくれます。まるで経験豊富なプログラマーが隣で手伝ってくれるようで心強いです。もちろん AI にこのボタンを追加して文字の色を変えてとお願いしながら二人三脚で理想の形に近づけていく過程もワクワクする体験になるでしょう。プログラミングという壁を AI が一緒に乗り越えてくれる。あなたのあったらいいなを諦めずに形にできるチャンスがここにあるんです。ここまでが創造性を広げる機能でした。続いては AI とのコミュニケーションをより豊かにする機能を見ていきましょう。機能探検3、ストリーム AI ともっと自然におしゃべり。 AI があなたの賢いアシスタントになります。続いて3つ目です。 AI ともっと自然に友達のようにおしゃべりしたい。そう感じたことはありませんか？そんな時はストリームを覗いてみてください。これは AI とリアルタイムで声や将来的には映像も使ってコミュニケーションを取るための機能です。例えば料理中で両手が塞がっている時に次の手順を教えてと声で尋ねれば AI が声で答えてくれます。まるで賢い調理アシスタントがそばにいるようです。また外国語の会話練習の相手にもなってくれます。この AI は声のトーンから感情を読み取る機能もあるそうなので、単なる機械ではなく心を持った相手と話すような不思議な体験ができるかもしれません。 AI が私たちの生活に溶け込み、より自然で温かいパートナーになる、そんな未来の姿を一足先に体験できる機能です。機能探検4、チャット。あなただけの賢い相談相手を見つけよう。 AI があなただけの最高の相談役になります。そして4つ目、これは基本中の基本かもしれません。 AI に質問したり文章を考えてもらったりしたい。誰かにちょっと聞いてみたいことありますよね。そのための場所がチャットです。ただ Google AI スタジオのチャットは少し違います。例えば最初にあなたは親切な旅行プランの専門家ですという役割をお願いしてから相談すると AI はその役になりきってあなたにぴったりのプランを提案してくれます。まるで AI が俳優のようにいろんな役をこなしてくれるなんて面白いですよね。さらに便利なのが回答の際に Google 検索を使うかどうかを選べる点です。最新のニュースについて知りたいときは検索をオンに、AI ならではのユニークなアイデアが欲しいときはオフにするなど、目的に合わせて AI の知識を引き出せます。あなたの目的に合わせてカスタマイズできる賢くて頼りになる相談相手が手に入るのです。第3章、Google AI スタジオを使う前に知っておきたいこと。嬉しいお知らせ。無料で利用できます。さて、ここまで Google AI スタジオの魅力的な機能をご紹介してきましたが、ここで嬉しいお知らせがあります。なんと、これまでお話ししてきた機能の多くは、驚くことに無料で使い始められます。AI が専門家だけのものではなく、サラリーマンや学生さん、新しいことに挑戦したいと思っている方々も、誰でも気軽に最新の AI 技術に触れられる。AI がぐっと身近になる大きな一歩と言えるでしょう。大切なポイント。入力するデータにご注意を。ただ、一つだけ覚えておいてほしい大切なポイントがあります。この Google AI スタジオには大事なルールが一つあります。それは、公園に家の鍵や財布など大事なものを置いていかないのと同じように、この Google AI スタジオの無料版では、個人情報や会社の秘密など、外部に見られて困る情報は入力しないという約束です。なぜなら、無料版では、私たちと AI のやり取りを Google が AI の性能向上のために活用する場合があるからです。個人が特定できない形に処理されますが、こうした仕組みがあるからこそ、無料で高度な機能が利用できるわけですね。もし、どうしても機密性の高い情報を扱いたい場合は、データのプライバシーが保護される有料プランも用意されているので、
ご安心ください。第4章。さあ、AI スタジオの世界を体験してみよう。まずはチャット機能からお試しを。さて、Google AI スタジオの魅力と利用上のポイントについてお話してきましたが、いかがでしたか？なんだか面白そう。少し触ってみたいなと感じたあなたは、もう AI の世界への素晴らしい第一歩を踏み出しています。まずは Google AI スタジオのサイトにアクセスして、チャット機能から試してみてはいかがでしょう。今日の夕飯、何がいいかなといった身近な質問だけでも、AI の賢さと面白さをすぐに実感できるはずですよ。AI と一緒に未来を想像してみませんか？ Google AI スタジオは AI という未知の領域への最も優しくエキサイティングな入り口だと私は思います。このツールを使ってあなたの日常をちょっと便利に、そしてあなたの創造性をもっと豊かにしてみてください。いかがでしたでしょうか？今日の情報が皆さんの AI への興味や理解を少しでも深めるきっかけになれば嬉しいです。それでは、この後の時間も有意義にお過ごしください。また次回の耳から学ぶ AI でお会いしましょう。